世界のジャパンチャンネルへようこそ。コロナ禍において密かにブーム再来となっている乗り物があるのをご存知でしょうか。車同様街中でよく見かけるその乗り物、作る技術はやはり日本のメーカーが圧倒的なようです。今回はある乗り物の日本製が上位を独占に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。単なる移動手段としてだけではなく、趣味で楽しむ人も多いバイク。気軽に乗れるスクーターからオートバイ競技に使われるような大型の車種まで、その種類は様々。バイク仲間とツーリングを楽しんだり、一人気の向くままで好きな場所へ走ったりと、自由度の高い趣味としても男女問わず人気を集めています。日本は大手のバイクメーカーが4社もあるバイク王国として知られており、品質や性能についても口コミなどを通して日本のバイクは故障しないという評価が海外レーサーの間でもされていました。しかし人気ランキングなどはあってもきちんとした数値として見ることはあまりありませんよね。そこで今回ご紹介するのがバイクの故障率を順位化したというもの。海外のオートバイ専門サイトが信頼性の高いオートバイメーカートップ10を紹介しており、その順位が話題となっていました。広告を入れずに独自のテストを行うことで有名なアメリカの情報誌コンシューマーレポートが世界中のライダー1万1000人以上を対象に調査したもので、その結果から12ヶ月の間に大小関わらず製品が何らかの故障をする確率を割り出し、各オートバイメーカーの信頼性を順位付けしたものです。気になる順位を見てみましょう。10位、カナダのカンナム、故障率 42%。9位、ドイツの BMW、故障率 40%。8位、イタリアのドゥカティ、故障率 33%。7位、イギリスのトライアンフ、故障率 29%。6位、アメリカのハーレーダビッドソン、故障率 26%。5位、同じくアメリカのビクトリー、故障率 17%。4位、日本の川崎、故障率 15%。3位、こちらも日本からホンダ、故障率 12%。2位、続いても日本のスズキ、故障率 12%。そして1位に輝いたのも日本のヤマハ、故障率 11%。上位すべて日本のメーカーというこの順位結果に、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本が完膚なきまでに圧勝したか。そりゃそうだよな。とりあえず日本のビッグ4を買っておけば間違いがないというのは事実。品質と信頼性はピカイチだからね。俺も知り合いにおすすめを聞かれたらホンダ製のバイクがいいっていつも言ってる。ヤマハファンからすれば最高の結果だ。日本の4社がトップなんて嬉しいね。ヤマハがトップなのは納得。70年代から買って損がない品質だった。長く乗っても修理がほとんど必要なかったぞ。そう。日本製ってあんまり壊れないから時間も費用も無駄にならない。俺はそこが気に入ってるよ。日本製はちょっと次元が違うよな。本当に全然壊れない。俺のスズキのバイクだってちょっとした故障すらしたことないもん。日本の車がすごいのは知ってたけど、バイクもなのね。てっきりヨーロッパ製が一番だと思ってたのに、日本に圧勝されてるなんてさすがね。僕のバイクはホンダ VFR だけど、17年間で故障したのはたった2回。これ以上壊れないバイクなんてないでしょう。俺も86年製の VFR 持ってるけど、30年落ちでも快適に走れるよ。細かい修理はしたけど、大きな故障はしたことない。記事を読む必要すらないね。日本勢がトップを占めるのは分かりきっていたことだよ。何のサプライズもない結果だよね。記事は読んでないけど言わせてくれ。
ヤマハより信頼できるメーカーは地球上に存在しない。いろんなメーカーの部品管理の仕事をしてたけど、日本製が信頼できる品質だったよ。16万キロ以上走ったホンダと同じ距離を走った BMW だったら、やっぱりホンダがダントツで良かった。だから結局ホンダを選んじゃうんだよな。24万キロ走っても壊れないんだもん。俺のホンダのゴールドウィング、24万キロ以上乗ってるのにトラブルは1回もないよ。出費はガソリン、タイヤ、オイル交換だけだ。日本製バイクを嫌ってる人もいるけど、この記事を見せて、ほら、日本は今でも最高のバイクを作ってるぞって言ってやりたいよ。ホンダの高評価は妥当だな。時々他のメーカーに目移りすることもあるけど、最終的には買わずじまいになる。やっぱりトラブルがないのが一番だと思う。俺はきっとこれからも川崎に乗り続けるだろう。個人的に日本のビッグ4以外は買う気ないね。最高のサービスを受けられるし、修理も簡単。なんといっても最高の品質。まさに至高の存在だよ。どこのメーカーだろうと故障の原因はオーナーのメンテナンス不足だよ。それもあるし、多分それぞれのオーナーにとって納得の結果なんじゃないかと思うな。日本のビッグ4が品質で世界をリードしている状況は40年前から今でも変わってないね。以上が海外の人々の反応でした。メーカー問わず日本製の品質や性能に信頼を置く人が多いことが伺えますね。今では大手メーカーが4社もあるバイク王国の日本ですが、古くからバイクを作っていたわけではありません。日本で初めて作られたバイクは大阪の島津奈良蔵という人物が製作した4ストローク排気量 400cc の NS 号というバイク。このバイクはタイヤ以外のパーツはすべて島津氏が自作したと言われています。それまで輸入品を組み立てて作ったものはあったそうですが、エンジンから作った純国産は NS 号が初だそう。日本で市販バイクが登場したのは1913年、宮田製作所が製作した朝日号でした。1930年頃には三共内燃機という会社がハーレー・ダビッドソン社からライセンスを買い取り、陸王という名前で国産型ハーレーの生産を開始。着実に進歩していく日本のバイク産業でしたが、当時は自動車の方が圧倒的なシェアを誇っており、バイク産業はあまり成長しませんでした。バイクが本格的に普及しだしたのは戦後になってから、終戦後 GHQ によって自動車や飛行機の開発が禁じられていた日本は、バイクの開発・製造が盛んになっていきました。1946年には現在のスバルである富士工業が初のスクーターラビット S1 を発売。このバイクは女性でも乗れるバイクとして人気を集めました。1949年には現在のホンダ技術研究所が自社開発のバイクドリーム D 型を発売。これがきっかけでバイクが庶民の乗り物となっていきました。ホンダといえばあまりにも有名なスーパーカブがありますよね。1952年に発売されたスーパーカブは、当時大卒初任給が9000円の頃に1台5000円で売られていたそうで、発売からわずか1年で1万台を達成する大ヒットとなりました。その優れた燃費と耐久性は海外でも評価され、現在までの累計販売台数はなんと1億台数以上。世界で最も売れたバイクとして名を馳せています。実はこのスーパーカブが日本のバイクは壊れないという定説に一役買ったという説も。カブの成功後、アメリカ進出を果たしたホンダ。最初はカブではなく小排気量のスポーツバイクのみを売り出していましたが、これらの車種はアメリカの道路環境に合わず故障が続出するという事態に。相次ぐ故障でやむなくカブを売り出すこととなったのですが、その耐久性が受けて大ヒット。主に中流層を中心に一気にシェアを拡大させていくことになりました。アメリカで走っても壊れないということから、日本製は故障しないという評価になったということのようです。
ところで、日本のビッグ4と呼ばれる各社にその個性を表したネーミングがあるのをご存知でしょうか。技術のホンダ、芸術のヤマハ、男の川崎、変態の鈴木。それぞれどういった意味なのでしょうか。ホンダが技術のホンダと呼ばれる理由は、時計のような精密なエンジンと言われるほどの技術を持つため、先ほどのスーパーカブにも使われているエンジンは22メートルの高さから落としても壊れないという頑丈なエンジン。このような耐久性を持つエンジンを作る技術があることから、技術のホンダと呼ばれるようになったそうです。ヤマハは皆さんもご存知のように大手楽器メーカーとして知られています。バイクは楽器会社から独立した形で創業しましたが、優雅で繊細な作りは楽器のようだと評されることも、芸術性の高い美しいデザインのモデルを作ることから芸術のヤマハと言われるようになったんだとか。男の川崎は癖の強い個性的なイメージから、川崎重工は造船から巡洋艦や戦闘機なども製造していた日本の重工業の主要企業です。このようなものづくりのためか、作るバイクも硬派なもの。個性が強く、細かいトラブルは多いものの、乗りこなすと豪快な走りが味わえ、個性の強さが魅力的なバイクが多いためです。最後は、変態の鈴木。なんだかマイナスなイメージを持ちそうですが、その理由は、王道を通らず、我が道を突き進むから。独創やマニアックという言葉が似合うメーカーです。軽自動車のメーカーでもありますが、共通しているのが、他社がしないような冒険的な車種を生み出す点。デザイン、性能ともにちょっと変わった特徴的なものを取り入れることから、変態と呼ばれるようになったようです。ちなみに鈴木には、鈴金という言葉もあります。鈴木の車やバイクの熱狂的なファンになるウイルスのようなもので、鈴金に感染すると鈴木しか乗らなくなるのだとか。ネットなどでネタ的に鈴金感染者などと呼ばれているようです。世界が認めるメーカーが4社も揃っているとは、さすがものづくりの日本といったところでしょうか。どのメーカーでも長い歴史の中で培われてきた技術が今もバイク業界を支えているのですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。